皆さんこんにちは。Over40s ギターです。Hey everyone, this is Over40s ギター。ですね、今回はですね、ジャズです。ジャズの定番中の定番、Fly Me to the Moon という曲があるんですけれども、これをですね、3本指ですごく簡単に弾ける方法を紹介します。で、ジャズっていうと、ものすごい難しいイメージあるじゃないですか。実際難しいと思うんですよ。この Fly Me to the Moon もコード進行を見てみるとこんな感じなんですね。普通の ABC とかそんな感じじゃなくて、マイナー7だの、メジャー7だの、マイナー7、フラット5だの、こう、尾ひれがいっぱいつくんですよ。だからこういうの見ちゃうと僕なんかもう気が遠くなっちゃうんですけど、以前、ギターを習っていた時にですね、先生に、ジャズは3本指で弾けるよと。で、しかも別にしょうがなく3本指、簡単にするためにしょうがなく3本指で弾くんじゃなくて、こういう奏法なんだっていうのを教えてもらったんです。で実際、この動画の冒頭で流れていたあれですね、あれ実は僕がメロディーとその伴奏、コード伴奏のパートを別々で弾いて合わせたやつなんですけど、そのコードの方は僕は3本指で弾いてます、あれを。こんな感じ。ってな感じで結構ジャズっぽく聞こえるじゃないですか。でそもそも指3本しか使わないんでシンプルっちゃシンプルなんですけども、この Fly Me to the Moon が、すごくいいのはこうどんどんね下がっていってまた上がって下がってまた上がってって繰り返しな感じなんですよ。なのでこの3本指奏法を、習得するのにすごく、適した曲だなと思います。じゃあ実際ですね、どうやったらジャズを3本指で弾けるかというと、ものすごくシンプルなパターンをですね6個覚えるだけです。しかも6個とか言いつつ、6弦で一番上のこの6弦ですね、6弦で3パターン、その次の5弦で3パターンの合わせて6個なんで、めちゃくちゃ簡単なんですよ。でしかもその3パターンも体型だって覚えられるので、もう誰でも簡単に覚えることができます。実際に見ていきましょう。まずですね、これが6弦のパターンですね。左からマイナー7、真ん中が7、セブンスですね。一番右側がメジャーセブンスのパターンなんですけれども、これだけちょっと見るとちょっと複雑に見えるんですけど、まず最初マイナー7からいってみましょうか。マイナー7はこの1列です。ちなみに今回のこの動画ではどの指でどこを押さえればいいのかっていうのが分かりやすいように押さえる場所を色で区別しています。人差し指が青、中指が緑、薬指が黄色で小指がピンクです。でこの6パターンのすごいところは小指、ピンクで表している小指がですねほぼほぼ、3弦から動きません。だから3弦のどっかを必ず小指が触ってるみたいな、若干1箇所か2箇所だけ例外はあるんですけど、それ以外は小指はほとんどこの3弦をどっか触ってます。だからこの小指をガイドとして使えるっていうのもこの3本指奏法のメリットではあります。じゃあちょっと一個一個見てみましょう。今この見えてる例が a マイナーなんですけど、A マイナーなんで、一番この6弦ですね、6弦の5フレット、ここの A をまずはこの緑だから中指で押さえます。で1個飛ばして5弦は飛ばして4弦、同じフレット5フレットの4弦を今度は薬指で押さえます。こうかな。で、最後にさっき言ったみたいにこの、3弦に小指が来ます。ここも同じ5フレットですね。この1列に並んだこの形が a マイナーです。これ a マイナー鳴らすとこれ a マイナーの音です。でこのフォームのすごいことは、例えばこれ a マイナーですけど3フレット弾くとこれ G マイナーです。逆に7フレット弾くとこれ b マイナーになります。だから同じ形で個別にそのマイナーコードを個別に形を覚えなくてもいいんで、もうマイナーコードはこの1列だって覚えてしまえばそれで全てが覚えられてしまうというすごいメリットがあります。今6弦に限っての話です。さて今見てたのはこの a マイナーというコードだったんですけれども、次にですね、今度はセブンスコードです。セブンスコード A7、 これは小指、今まで5フレットだった小指を1個ずらす、6フレットにずらすだけだから L みたいな感じ。これセブンスコードです。さっきの a マイナーはこんな音。
でセブンスコードはこれ、小指1個ずらすだけみたいな。ここの a マイナーのこの直線を覚えてれば小指を1個ずらすだけでセブンスコードになると。簡単ですよね。じゃあ次にメジャーセブンスを見てみましょう。これが a マイナーで1個小指をずらすと、セブンスコードだったですよね。でメジャーセブンは今度この薬指を小指だけじゃなくて薬指も6フレットに移します。ただこうするとちょっと中指で押さえてこの A を押さえるのが非常に苦しいんで、ここでも書かれている通りこの場合は人差し指で6弦を押さえます。音を出してみるとこんな感じです。ちょっとなんかこうメジャーセブンス的な響きですよね。一番最初のマイナーセブンスが次セブンス、こんな感じでマイナーコードとマイナーセブンスコードとセブンスコードとメジャーセブンスコードが3本指で簡単に引き分けられてしまうと。これ6弦ですけどね。というわけでこれさえ覚えてしまえばもう6弦でどの音だろうが、例えば C、これ C、これ C メジャーセブンスですね。でこれが C セブンス、C マイナーセブン。このままのフォームで例えば G シャープマイナーセブン、G シャープセブンス、G シャープメジャーセブン。もうシャープが来ようがフラットが来ようがもう全然お構いなしですよ。もうずらすだけ、同じ形でずらすだけ、これだけでもう、セブンスコード系が弾けてしまうと。もう最強ですね。でこれが、6弦についての話です。で6弦だけでも弾けないことはないと思うんですけど、やっぱり6弦と5弦を知っておいた方が明らかに幅は広がるんで、5弦もちゃんと覚えておいた方がいいと思います。3つなんでそんな難しくないですし、さっきと同じようにすごく体系だって覚えるのが簡単にできるやり方なんで、誰でもできると思います。で5弦はこんな感じになってます。同じく左からマイナーセブン、セブンス、メジャーセブンスが書かれているんですけれども、これだけパッと見るとなんかこう覚えるの大変とか思うかもしれないんですけど、まずは一番左側の、これは d マイナーセブンだから、5フレット D、 これを、黄色なんで薬指で押さえます。で次に、小指で3弦の5フレットですね、これを押さえます。で1個2個飛ばして、3フレット、これは4弦の3フレットですね。だからこうちょっと頑張らないといけないかもしれないですけど、これを人差し指で、押さえます。これ d マイナーセブンスですね。で次がセブンス。セブンスはさっきの d マイナーセブンスと比べると d マイナーセブンスこうでしたね。人差し指がちょっと1個離れた3フレットにあったんですけど、この人差し指を1個中に入れて4フレット、これ D7 ですね。もう一回 d マイナー7がこれ、という、これも簡単。これセブンスがトライアングルだとすると、三角形だとするとマイナーセブンスがちょっと出る。で次に、メジャーセブンスですね。最後にメジャーセブンスは、このさっきのセブンスから小指が1個、外に出て6フレットですね。セブンスと比べてみるともう小指がずれてるだけ、こう1個だけです。というわけで5弦の場合はこのセブンス、この三角形のセブンス、これを軸に1個人差し指が4フレット側に行くか、もしくは小指が1つですね6フレットに行ってメジャーセブンになるか、このセブンス、このセブンスの三角形さえ覚えていれば、どっちかに1個ずれるとだけ覚えていれば、もうマイナーセブンス、セブンス、メジャーセブンス全部弾けてしまうと。で当然これ今 D だけでやってましたけど、これ F7、 F メジャーセブン、
というわけでもう自由自在です。あとはもうこの動画の Fly Me to the Moon で、3、4回練習すれば多分ですね、そんなに苦労することなく6弦と5弦をこう行き来する、セブンスコード系のジャズプレイができるようになると思います。なんかこうジャズっぽいですよね、いかにもね。というわけで、前置きはこれぐらいにして、これから4小節ずつ解説をしながら、実際にどうやって弾くのかというのをお見せしたいと思います。で、一通り解説は聞いていただきたいんですけど、この動画を見終わった後に、解説はもういいから、練習だけしたいという方のために、練習用の動画を別で用意しました。BGM だけ流れていて、あとそれから僕の指使いだけがこう拡大で見えてる。それが3ループもあるんで、3ループの間に自分で好きなように練習できるように別動画を用意しましたので、この動画を見終わった後にその動画の方で練習をしてみてください。それでは Fly Me to the Moon 解説の方に入っていきたいと思います。で、最初にちょっと言い忘れちゃったんですけど、この曲は A パートと B パートがあって、もうほとんど同じ1コードだけしか違わないんですけど、僕の場合は A パートと B パートで弾き方を変えてます。A パートの場合はこんな感じで弾くんですけど、 B パートに入ってからはというような感じでちょっとこうノリよく弾くようにしてます。歌詞もそんな感じなんで A パートの方がちょっと落ち着いてて B パートになってからちょっとこう盛り上がってくるみたいなそんな感じなんで B パートの方がちょっと速いテンポで弾くようにしてます。で、左手の場合は、さっき言ったみたいにこの4本の指の3本を使って弾くんですけれども、右手の場合はもう完全にこの3本で固定です。親指、人差し指、中指で、親指は6弦か5弦どっちかを担当です。これは6弦ベースのコードなのか5弦ベースのコードなのかによって変わります。で、人差し指はもう必ず4弦担当です。で、中指は必ず3弦担当です。この3本の指はもうここから動きません。親指は動きますけど6弦か5弦かどっちか。この人差し指、中指に関してはもう動きませんのですごく楽です。それでは Fly Me to the Moon 解説の方に入っていきたいと思います。まずはですね、最初の4小節ですね。最初の4小節は、Am7 から入ります。ちょっと通しで弾いてみますね、4小節を。これが最初の4小節です。Am7 ですけれども、マイナー7なんで、このように一直線コードですね。で、A なので6弦の5フレット。ここから一直線で、6弦、4弦、3弦という具合に押さえます。薬指が4弦、小指が3弦を押さえてます。で、先ほど解説したみたいにこういう弾き方でやります。次は Dm7 なんですけど、Dm7 は今押さえてるこれ Am7 ですけど、これに対して小指は変わんないんですけど、薬指が1個上にずれて5弦の5フレットを押さえますね。で、今度人差し指、今まで使ってなかった人差し指で、4弦の3フレットを押さえます。こういうふうに二等辺三角形作ります。このコードチェンジが難しい場合は、ちょっとここで繰り返し練習した方がいいと思います。これね、小指が軸っていうふうに考えるとすごく楽です。こんな感じで Dm7 ですね。で、次が G7 ですね。G7 で、小指が今度1個ですね、ずれます。4フレットにずれます。こんな風に L っぽい形になりますね。今画面で見えてるみたいに。ここに小指がずれて、で、G なんで人差し指、このブルーの人差し指で、6弦3フレットを押さえます。で、2つ、下がって4弦の3フレットを、この中指で押さえます。こうすると L みたいな感じになりますね。これ G7。
さっきの Dm7 からのチェンジで、僕の場合はここでこの2つは外します。で、小指は残したまんま1個スライドさせて、で同時に人差し指を、6弦の3フレットに、を押さえて、で中指で、4弦の3フレットと。これだけまた繰り返し練習すると慣れてくると思います。はい。で、次が C メジャー7ですね。今まで G7 だった。今までがこう G7 だったんですけど、それに対して小指変わりません。他の指がちょっと動きます。小指変わんないんですけど、中指と人差し指がちょっとこう入れ替わるみたいな感じだ。中指が1個上がって5弦の3フレットを押さえます。人差し指が今度は2フレットの3じゃなごめんなさい2フレットの4弦ですね。で弾く、今度親指で弾く弦がこう5弦に移ります。 G7 からこれもやっぱり小指が変わらないので、小指を軸と考えると非常に楽ですね。で次が今度 C7 になります。 C7 なので、小指がここだけですね。小指が離れるのは C7。 この状態で小指をこう中に入れてもいいんですけど、ちょっとこれ大変なんで薬指をここだけは使った方が楽です。これで C7、 これで1小節終わりです。じゃあちょっと最初に戻ってやってみますね。まずは Am7、 次 Dm7 ですね。次 G7、 次が C メジャー7、次 C7 で、最後のこの C メジャー7、ここだけ、2拍ずつなんです。他は全部4拍ずつなんですね。最後の4小節目だけ、2拍2拍ですね。ということになります。通しで弾いてみると、これで最初の4小節が終わりです。次の4小節いきます。次 F メジャー7からですね。F6 弦の1フレットの F、それからメジャー7はここですね。このちょっと変わった、桂馬みたいな感じの形ですね。4弦の2フレットと3弦の2フレットを押さえる。こんな感じ。F メジャー7。で次が B マイナー7フラット5という、コードなんですけれども、すごく複雑なコードなんですけど、もうこれ b マイナー7で弾いちゃって全然 OK です。なので普通にこっからですね、今この1フレット押さえてましたけど、こっからピューッと7フレットまで飛びます。これ b マイナー7です。もう一回言ってみますね。これ F メジャー7からこの薬指と小指はもう固定したまんまそのままスライドさせます。7フレットに。でついでに中指で、6弦の7フレットを押さえます。こうスライドし終わったらポンと押さえるみたいな。これで一直線コード b マイナー7で、次が E7 ですね。なのでここでまた小指は固定なんですけど、薬指が1個上に上がって、で中指でトライアングルを作って E7 ですね。b マイナー7からすごく簡単な入れ替えるだけのコードチェンジです。で次が a マイナー7、この三角形から今度小指を5フレットまで移動させて、で一直線ですね。マイナー7だから。で次が面白くって A7、 今度小指を1個ずらします。これも2拍ずつですね。
これで4小節、終わりですね。F メジャー7、E マイナー7、E7、A マイナー7、A7 という流れになります。で次の4小節目。今、A7 で終わりましたね。で、今度また d マイナー7からですね。d マイナー7だからこの、二等辺三角形、ちょっと長いやつですね。D、5弦の5フレットの D を薬指で押さえます。で、2つ下の3弦の5フレットを小指で押さえて、4弦の3フレットを人差し指で押さえます。d マイナー7。ここから先はさっきやったやつの繰り返し。次 G7 です。G7。もうさっきやりましたね。で次、C メジャー7。これもさっきやりました。でそこから先がちょっと新しいです。さっきはここから C7 に行きましたけど、ここから E マイナー7に行きます。新しく出てきたコードですけど、マイナー7、5弦のマイナー7コードなんで、二等辺三角形ですね。E だから、ここの7フレットの E を押さえます。でさっき d マイナー7はこの、5フレットでしたけど、それが E マイナー7だと7フレットになるだけです。次が A7。A7 だからこうですね。6弦、の A を押さえて L みたいな感じ。通しでやってみると、どっからでしたっけ？ここからか。これが今の小節、4小節です。この最後の C メジャー7から E マイナー7に飛んで、2拍ですぐに A7 になるところ、ここが僕はいつもこうなんかね、こんがらがっちゃうんですよね。最初からいくと d マイナー7、G7、C メジャー7。で次 E マイナー7、A7、D マイナー。という流れになります。次の4小節。また d マイナー7からですね。d マイナー7から。で、次。また G7 です。ここ変わりません、流れ。その次また C メジャー7。ここまで一緒で、その次がさっき A、あとさっき E マイナー7飛びましたけど、今度は B マイナー7飛びます。で E7 通して弾いてみると、なんですけど、僕はいつもここ一応 A パートの一応終わりなんで、というわけでなんかこう次にアップテンポでつながる感じで終わらせます。というような感じで次 B パートに入っていくんで、その直前でちょっとこうテンポを変えてあげるみたいなことをします。で次 B パートなんですけど、 B パートほとんど変わんなくって、一番最後にですね、実はこう6個パターンを覚えればいい、6個コードを覚えればいいって言ったんですけど、実はですね1箇所だけ違うのが出てきます。 C6 というのが出てきます。ここだけですね、違うのはね。あとは弾き方がちょっと違ってて、 A パートはと弾いていたのを僕はというような感じでちょっとアップテンポで弾きます。ここあれですね、歌詞的に言うと Fill my heart with で Fill my heart with っていう感じで、こうなんかこうアップテンポで弾きたくなるパートなんで、そのように弾いてます。
というわけで、弾き方がちょっと違うだけで基本的な A パートと同じなんですけど、一番最後のところだけが A はっていう風に終わったと思うんですけど、 B パートの方は C メジャー7のところが C6 になります。だから G7 の後に C6、6弦の8フレットの C で、これちょっと変な形に見える。C6 のところを出してみよう。これですね、 C6、 なんかちょっと変な形に見えるんですけど、これ実はですね C7、 これ C7 なんですけど、 C7 から、この4弦が1個こう7フレットに移る、これだけの話です。C6 から、Bm7、E7、Bm7、E7 に移るというだけの話ですね。もう一回ちょっと通しで弾いてみると、というわけでまた A に戻るというループを繰り返します。と、こんな感じです。で、今までこういう弾き方をされてこなかった人はちょっと最初だけ苦労するかもしれないんですけど、こんなんすぐになれます。ちょっとしたフィンガースタイルみたいなもんですけど、最初難しいと思ってもこんなん本当にすぐに弾けるようになります。というわけで、ぜひぜひ練習してみてください。で、コード伴奏だけじゃなくてメロディーも加わると、よりそうイメージが湧きやすいかなと思うので、この動画の最後にですね、コード伴奏とメロディーと、あとはちょっとアプリで作った BGM 的なものを合わせてみると、どんな感じになるのかというのを、ご紹介したいと思います。というわけでいかがだったでしょうか。この時代ですね、スマホさえあれば、一人で別々のパートを演奏して、それを後から合わせて、あたかもこう一人セッションしてるかのような、そんなことも簡単にできますので、やり方ご存知の方はぜひぜひトライしてみてください。やり方をご存知じゃない方のために、その動画も、作ってみようかなとは思います。はい、というわけで今回は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。